皆さんこんにちは。GBS ワークス始まりました。この番組は Steam で絶賛発売中のクラフト&海難救助ゲームであるストームワークスビルド&レスキューで船や飛行艇などの乗り物を作ったり、作った乗り物で海難救助に出かけたりする様子を紹介する番組です。今回チェビオ AI を導入した記念に土曜日の午後のティータイムに流れていそうなラジオ番組風にリニューアルしてみました。それでは早速本題に入っていきましょう。本日のメインテーマはバージョン 1.1 で導入されたモジュラーエンジンを使ってウルトラライトなプレーンを作ってみようです。このモジュラーエンジン、従来のスモールやラージなどの完成品エンジンと違い、シリンダーやら液マニやらのエンジンの部品を組み合わせて自分で組み上げなければなりません。手間はかかりますが、その分、より自分の理想通りの性能にできるというわけです。いわば、吊るしとあつらえの違いみたいなものですかね。まずは従来のスモールエンジンを使って、ごく一般的なウルトラライトプレーンを作りましょう。はい、機体ができました。なんだかスカスカじゃないかって？ウルトラライトプレーンだからスカスカなんです。決して造形力がないからではありません。そうちゃんと飛ぶように調整しましょう。全長が短いので、飛行時の安定性があまり良くないです。スモールフィンを前後につけて、なんとか飛べてるかな。エンジン回転数は 10rps、巡航速度は時速310キロぐらい。燃費はリッターあたり900メートルです。そして車重は330キロ。次に、本命のモジュラーエンジンを組んでいきます。必要な部品と組み方は、偉大な先人たちが動画などで解説してくれているので、その恩恵に預かりましょう。プリセットで組まれているものを見るのも参考になります。パッと見面倒で難しそうですが、実際作ってみると意外と単純で理解しやすいです。基本となるパーツはクランクシャフトとシリンダーで、クランクシャフトにドライブベルトとクラッチを、シリンダーにインテークとエグゾースト、そして冷却系を接続する。基本はこれです。空燃費を煮詰めると高効率なエンジンを作れるようですが、自分を含めた物草さんは、燃料1に対して空気2に設定すれば、とりあえずエンジンは回ってくれるようです。プロペラと発電機をつないで、十分な出力が出ているか実験です。プロペラのギア比は9対5に設定しています。冷却水の循環ポンプを回して、エンジンスタート。クラッチをつなぐと、プロペラと発電機に動力が接続されます。エンジン回転数が10ぐらいになるよう調整。エンジン温度は25度ぐらいになりました。短気筒で空気と燃料のインテークが一つずつだと、パワーが足りず、クラッチの接続係数が伸びません。シリンダーを2つにして、空気と燃料のインテークを1つずつ増やしました。今度はクラッチの係数を 0.5 まで伸ばすことができました。短気筒の時は 0.4 でした。しばらく回していたら、エンジン温度は28度ぐらいになりました。それではこのエンジンを作っておいた機体に乗せていきましょう。乗せました。各種配線をつなぎます。これが結構面倒でした。飛ばしてみましょう。クラッチ操作だけだとエンジンの回転数制御が難しいです。
上、ひっくり返りました。PID でエンジン回転数を制御できるようにしました。指定のエンジン回転数になるよう、吸気と燃料の流入量を PID で調整します。離陸できました。エレベータートリムを調整して水平飛行に移行します。そしてクラッチとエンジン回転数を調整して最適な速度と燃費のバランスを探します。RPS が34、時速304キロで燃費がリッター1キロになりました。スモールエンジンよりも燃費が良くなりました。RPS25 だと時速285キロ、燃費はリッター 1.3 キロです。ちなみに車重は324キロで、スモールエンジンの330キロとほとんど変わりませんでした。エンジン温度は50度ぐらいです。ということで、モジュラーエンジンはスモールエンジンと同等、もしくはそれ以上の性能を持っていることが分かりました。煮詰めればもっと効率よくなりそうです。モジュラーエンジンの実装で、クラフトの楽しみ方の幅が広がりました。ただモジュラーエンジンは、シリンダーを増やしても、大きさを変えても、現状ではエンジン音は RPS に応じて一定です。おそらくアップデートで調整があると思いますが、エンジンの大きさに応じて、音が変わると嬉しいところです。大きいエンジンはもう少し重低音だとかっこいいかな。とりあえず、今回作った飛行機はワークショップにあげておくので、もし気になった人がいたら触ってみてください。本日2つ目のテーマは、ストームワークス名所巡りです。このコーナーは、ストームワークスの魅力的なロケーションを紹介していこうというコーナーです。第1回目となる今回は、ドンク島です。ドンク島は、ストームワークスで一番大きな、ソーヤー島の西側にあります。このドンク島には、空港と貨物ターミナル、小さな村、採石場らしきもの、などがあります。空港には、ハンガーと滑走路が1本あります。この滑走路は、ソーヤー島の空港のものよりは短いですが、中型機までを発着するには、十分な長さがあります。納屋の中。間違えました。ハンガーの中を見てみましょう。内部にはワークベンチと燃料スタンド、ベッドがあります。燃料スタンドはディーゼルしかないので、ジェット機は作れません。まあ、スポーン時に燃料を空にする設定をしている人は少数なので、困ることはないでしょうが。このベッドは干し草かな？アメリカ中西部の農場の中の空港、みたいなイメージでしょうか。酒瓶が転がってますね。酔っ払いおじさんが出没しそう。空港から西に少し行くと、スパイケーキ貨物ターミナルがあります。ここには輸送用コンテナが置いてあり、これらを目的地に運ぶと報酬がもらえます。貨物駅と港があるので、電車や船を使ってコンテナ輸送ミッションに挑戦することができます。空港からも近いので、飛行機輸送もありです。道路に沿って、島の周りを一周できるので、オフロードバギーを作ってタイムを競ったり、島を探索するのも良いでしょう。アップダウンやギャップが激しいので、車高の低いスポーツカーはおすすめできません。以上、簡単ですが、ドンク島の紹介でした。というわけで、今回の GBS ワークス、いかがだったでしょうか。そろそろお別れの時間となりました。モジュラーエンジンが実装され、クラフトの幅が広がったストームワークス。
今後の動向にも目が離せないでしょう。開発の人数は多くないらしいけど、頑張ってほしいです。それではまた、次回のこの番組でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。お相手は、リアでした。